ルワールドはポケモンっぽいというのはほぼ全員が同意するところではないでしょうか。確かにちょっとお行儀は良くないなというのが第一印象です。しかしこれがダメな行いかどうかと言われると考える余地はあると思います。このようなここまでは許せる、ここからは許せないというのは倫理観というもので判断されますが、つまりこんにちは、スクールの加藤です。パルワールド大人気ですね。皆さんはもうプレイされましたでしょうか。日本のメーカーのスマッシュヒットということでとても良いニュースだと思います。さてその一方でパルワールドはなんか他のゲームに似てるということがどうしても話題になっていますよね。今回の動画はその似たゲームについて思っているところを少し話したいと思います。なお私は法律の専門家ではありませんので、法律から見た問題点については述べません。プログラムコードやデザインのコピーなどの違法行為は絶対にダメという前提でご覧ください。さてパルワールドはポケモンっぽいというのはほぼ全員が同意するところではないでしょうか。パルワールドはその他にもゼルダの伝説やフォートナイトなど有名な人気ゲームの良い要素を組み合わせているのではと言われています。この似ている部分が割と露骨であることからこれを問題視する人も少なくないという状況です。パルワールドが法律的には問題ないという前提で確かにちょっとお行儀は良くないなというのが第一印象です。しかしこれがダメな行いかどうかと言われると考える余地はあると思います。この問題を考えるために少し古いタイトルの話をしたいと思います。ストリートファイターというタイトルをご存知でしょうか。後に2が大ヒットし、その後の格闘ゲームに多大な影響を与えたタイトルです。実際に後から出た格闘ゲームがストリートファイターに似すぎていて訴訟に発展したということもあるようですが、ではストリートファイター以降の格闘ゲームは全てパクリゲームで良くないものなのでしょうか。そこまでは悪くない気がすると思った方が多いのではないでしょうか。実はストリートファイターの前にも格闘ゲームがあったことをご存知でしょうか。ER カンフーなどが有名ですが、ストリートファイターもそれらのタイトルの影響を受けていて、例えば良いところを模倣してできたものだとしたらどうでしょう。このように要素が似ているからダメだとなるとゲームの発展性は全くなくなってしまい、格闘ゲームの発展もなかったのではないかと思います。似たような例はたくさんありまして、例えば有名 RPG のドラゴンクエストはウィザードリーやウルティマの影響を受けている可能性があります。メトロイドバニアというジャンルなどはもうメトロイドに似たゲーム、キャッスルバニアに似たゲームの集合体です。似ているゲームというのがジャンルとして成り立っているんですね。しかし今回のパルワールドでは今までの似たようなゲーム以上に多くの人が反応しています。これは真似をするというものの一線を越えているのではと感じる人が多いということです。確かにわからないわけではありません。露骨に似せてきたなと私も思います。これが非常に難しいところで、このようなここまでは許せる、ここからは許せないというのは倫理観というもので判断されますが、つまり人として守るべきであるかそうでないかという感覚で判断するんですけれども、これは人によってかなり感覚が異なります。有名なゲームによく似たゲームが良いものか悪いものかというのはとても判断が難しい問題なのです。さて曖昧な結論になって申し訳ありません。最後に私の考えを述べたいと思います。似たゲームはゲームの発展に必要だと私は考えています。リスペクトしたりオマージュしたりという文化はゲーム界隈の良い点でもあります。過去の名作の要素を全て排除した完全オリジナルのゲームでなければ世に出せないとなると、ほとんど全てのゲームは世の中に出せないということになるでしょう。ゲームにおいて模倣はありというのが私の考えです。一方でパクってやろうとか盗んでやろうという気持ちでゲームの開発を開始するのは誤ったアプローチだと思います。ゲームはクリエイティブな産業なので、表面的に良さそうなところをコピーしてもそれだけではうまくいきません。模倣した部分の品質だけが高くてもその他が品質が低ければ全体のバランスが崩れ、ユーザーの期待には応えられないからです。ユーザーの期待値を下回ればパクリゲーとして低評価がついてしまうでしょう。皆様はこの問題についてどう思いますでしょうか。パルワールドをプレイしながら少し考えてみるのも良いかもしれませんね。このチャンネルでは皆様にゲームに関するさまざまな情報をお届けしてまいります。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。